皆様おはようございます。さくらブックマークスのひろみです。今回は1年ぶりに机の模様替えをしていきます。緑と文具のあるデスク、秋の模様替えのご参考にしていただけると嬉しいです。はい、ということでずっと気になっていた机の模様替えをやっと先日することができました。まずは現状を映していきます。いつもね、だいたい撮影で見慣れてるかと思いますが、ペンケースやペン立ては初めて映るかもしれませんね。撮影していない時はこんな感じで机を使っています。それで今回のテーマはですね、使っていないものは机に置かないです。このね、お片付けの鉄則を今更ですがしていきたいと思います。で、まずね、この先日斜めに立てたらいけないペンの動画でペンを全部調べてる時に気づいたんですけど、私はね、ここ最近使っていないペンが多すぎました。なのでお絵描きをする時だけ使うペンや実験で書き比べの時だけ必要なペンはお道具箱に横置きで保管することにしました。で、空いたところに無印のサインペンが入っていきました。こうね、購入品紹介する間もなく普段使いになってしまう文具たちもいるんですね。で、カッター系は取り出しやすいように手前のペン立てに移動しました。手前のペン立てには特に使用頻度の高い色鉛筆やサインペンが入っています。あと右のペン立ての取り出しづらい小物も取り外しました。で、これはペン立ての左側にいつも立てて置いていたペン類ですね。で、こうやってね、ケースの蓋を後ろに回してマステで貼って立てておくことで取り出しやすいのは取り出しやすかったのですが、いかんせんね、最近使用頻度が低くてホコリもかぶるので絵を描くとき用にしまっておくことにします。この式折りだけ日常使いしてるので、箱はもう捨ててペン立てに収納することにしました。もりもりと入れていきます。あんまりにこんもりしたので2つ並びにしていきました。その他のペンもお道具箱行きです。ペン立て完成です。だいぶすっきりして取り出しやすくなりました。そしてお道具箱にはこちらの無印良品のメイクボックスを選びました。ラベリングには愛用している緑のマステカッターの本領発揮です。次は壁側に移ります。昨年の机の模様替えの時に購入したこのイルミネーションライトが1ヶ月前くらいに壊れてしまったので買い替えました。電池がね、漏れてしまったんですけど、自然にね、漏れたのか私が植物に水やりの時にうっかり水をかけてしまったのか、ちょっと原因がわからないんですけど、電池式は電池が割とすぐに切れてしまうのが難点だったので USB でコンセントに挿して使えるものにしました。ただこれちょっとね、作りが荒かったので気になる方は違うのを選んだ方がいいかもしれません。壁につけたらそんなね、気にならなくなりました。あとは昨年のひっつき虫を剥がして新しく付け直しました。ここはマイナーチェンジなので次へ進みます。この机のメイン植物ポトスさんがですね、この1年で大成長を遂げてこんがらがってしまったのでのびのびとさせてあげました。ちなみに5月頃壁に着生しているのを発見して慌てて剥がしたので、壁ポトス楽しみたい方はたまに注意して見てあげてください。これはその時の映像です。着生するとね、こんな感じで気根から小さな根を出して壁紙を掴んでしまうので、軽く触っても全然外れませんでした。ヘゴ板とかね、着生させて育てるとモンステラ並みに葉っぱも大きくなるんですけど、まだね、着生はさせず可愛い小さな葉っぱでいてもらってます。壁紙ね、かなり持ってかれちゃうので、本当やりたい方は気をつけてたまに見てあげてください。ということで、そんなこともありましたが懲りずに壁ポトスに励んでいるところです。
でこれね後で登場しますが、忍者ピンっていう比較的壁に刺しても跡が残りづらい画鋲を壁に刺してから、そこにポトスの茎を引っ掛けるように乗せていって形を作ってます。茎はね刺してないので、そこはご注意ください。壁ポトス完成しました。こちらが忍者ピンです。紙をね横置きする場所が欲しくて、無印の書類整理トレイを購入しました。この紙のレビューはそのうちまた動画にします。でこのトレイを机の右側に置くことにしました。取り出しやすいように付箋ボックスも整えます。最後に今回初めて動画に映ると思うので、このロールペンケースの紹介だけしておきます。今インクを入れてる万年筆はこんな風にペンケースに入れて机に出して使ってます。このロールペンケースはもう5年以上使ってるんですけど、カバンからね1本だけ取り出したい時も上からすぐに取り出せるところが気に入ってます。で持ち歩く時はペンを奥までちゃんとしまってるんですけど、机で使ってるので取り出しやすいように頭を出して、そして丸めたまま使っています。でこれねこうしなくてもこうやってめくった方がもっと使いやすいことをさっき知ったので、追加で差し込んでみました。でもう2つ机にあるグレーの1本差しは購入した時についてきたケースです。あとこのコースターはね消しゴムとか小さな付箋を使ってる最中でも、この敷地内から出ないように置いておくだけで机の上が散らかった印象にならないという発見を最近して、作業中だけ使っています。それでは机の模様替え終了です。Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil。 はい、ということで机の模様替えいかがでしたでしょうか。秋の模様替えのご参考にしていただけると嬉しいです。最後のドアのポトスはポトスが長くなったらいつかねしたいなって思ってたんですけど、茎にね負担が大きくないか不安もありつつでしたが、もうねすでに元気に新しい葉っぱを出して成長してくれてるので大丈夫そうです。ポトスはね本当に強いので、いつもね頼もしさに感心しております。ということでこの動画が面白かった、参考になったという方は高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さくらブックマークスのひろみでした。